ごきげんよう。今回は進行性多相性白質脳症の画像診断について解説します。PML に特徴的な所見を6スライドで解説します。PML の初発部位は皮質化白質に多く、U ファイバーに沿って高信号を認めます。U ファイバーとは白質の表層にあり、脳界同士を連絡する繊維のことです。U ファイバーは鉄を含んでいるため T2 強調像で帯状の低信号域として確認することができます。T2 強調像フレア像で大小不動の融合した不整形の高信号域が多発性に見られます。左が T2 強調像で右がフレア像です。同部位がいずれも高信号です。無症候性 PML は単層性で小さく、異質化白質に限局する傾向にあります。病変は造影されないことが多いです。変異に淡い増強効果を認めることはあります。この画像では、左視床に病変があり、ほとんど造影されていませんが、よく見ると変異に増強効果を認めます。脳浮腫、脳腫脹は見られません。PML の病変の境界部は不明瞭です。左の画像が PML で、右の画像が多発性硬化症です。PML は皮下の U ファイバーに沿っている部分は境界は明瞭ですが、白質に広がっている部分は不明瞭になっています。一方、多発性硬化症は病変の境界がはっきりしています。PML は拡散強調像で、変異は高信号を呈します。右の前頭葉と頭頂葉の質化に T2 強調像で高信号域を認めます。拡散強調像では、変異のみ高信号を呈しています。活動性の病巣は高信号を呈し、脱髄が進行した古い病巣は低信号となります。ミルキーウェイサイン、またはパンクテートパターンと呼ばれる所見があり、T2 強調像で広範な質化病変周囲に天井の病変を認めます。これが天の川に見えるということで、ミルキーウェイサインと呼ばれます。異質化白質が夜空で病変が星々だと思ってみてください。PML の所見を一通り学んだところで実際の症例を見てみましょう。一つ目の症例です。2ヶ月前から進行する左上下肢の筋力低下をきたした35歳男性の症例です。患者は HIV 感染者で多剤併用療法 ART を受けています。単純 CT では前頭葉と頭頂葉に低吸収域を認めます。T2 強調像です。病変は皮質化白質が主で U ファイバーに沿った部分は境界明瞭ですが、体側は不明瞭です。右前頭葉、頭頂葉、後頭葉の皮質化白質は T2 強調像で高信号を呈しています。中心孔がここで、中心前回、中心後回にも高信号を認めます。右の内方向脚、大脳脚にも病変が見られ、右上下肢の筋力低下の説明がつきます。脳梁、左の中心後回も高信号ですね。フレア像でも同様です。P1 強調像では低信号です。造影 MRI では病変は全く染まっていません。拡散強調像では病変は変異のみ高信号です。HIV 気管染の30代男性です。T2 強調像です。左右非対称に皮質化白質に高信号を認めます。フレアでも同部位に高信号を認めます。60代男性の症例です。
1、2週間前から言葉が出にくい意識混濁、右足にチクチクとした異常感覚があります。サルコイド質に対し、高用量ステロイド療法を受けており、最近アザチオプリンを開始しました。単純 CT では、右の前頭葉、頭頂葉、側頭葉に低吸収域を認めます。T2 強調像でも同部位に高信号を認めます。主に右の大脳半球に広範に帯状の病変を認めます。周囲に天井の高信号域を認め、これがミルキーウェイアピアレンスです。同部位はフレアでも高信号です。T1 強調像では同部位は低信号を呈しています。感情弾です。拡散強調像では病変は辺縁のみ高信号を呈しています。今日の勉強会は終わりです。症例は概要欄のリンクからどうぞ。